死の獣人にアージダルのアルカナの指輪を永続化する方法を発見したので紹介します。アージダルのアルカナの指輪とはソルスセイムのコルビョルン墓地で手に入るユニーク装備で、装備することで爆発と凍結の2種類の魔法が使用可能になります。これは NPC にも有効なので従者にこの指輪を装備させれば、魔術師系の従者なら誰でも爆発と凍結が使えるようになります。当然指輪を取り上げればこれらの魔法は使えなくなるのですが、とある方法を使えば従者にアージダルのアルカナの指輪を永続化して、指輪を外した後でも爆発と凍結を残したままにできるということが分かりました。さらにその方法を応用することで、死の獣人にまでアージダルのアルカナの指輪を永続化することが可能になります。というわけでこの動画では死の獣人にアージダルのアルカナの指輪を永続化する方法と、永続化するのに特におすすめの獣人を紹介します。まずは従者にアージダルのアルカナの指輪を永続化する方法を説明します。従者にアージダルのアルカナの指輪を装備させたまま別れて、ある程度離れてから戻って装備を確認してみると、アージダルのアルカナの指輪は外れています。そのまま指輪を取り上げて戦闘させてみると、アージダルのアルカナの指輪は取り上げたはずなのに爆発と凍結が使用可能なままになっています。従者は渡した防具を装備させたまま別れても、ある程度離れてから戻ってくると初期装備に戻ってしまいます。本来ならアージダルのアルカナの指輪を外せば爆発と凍結は削除されるはずなのですが、初期装備に戻る場合は魔法を削除するという処理が行われないので、結果としてこれらの魔法が残ったままになってしまうというわけです。これ自体がそれなりに便利なテクニックではあるのですが、さらに応用することで死の獣人にもアージダルのアルカナの指輪を永続化することが可能になります。そのために必要になるのが、マインドコントロールスパイダーです。これはソルステイムのホワイトリッジの墓場にある浸透室という設備で作成可能です。浸透室に白スパイダーの卵嚢と何でもいいので痕跡を投入して浸透スイッチを作動させればマインドコントロールスパイダーが手に入ります。これは生物に当てると一時的に味方にできる幻惑呪文に近い効果の雲です。それと必須ではありませんが麻痺などの相手を転倒させる手段があると作業が楽になります。これらを用意したら獣人化する予定の NPC の元まで向かって麻痺させてから起き上がりモーション中にアージダルのアルカナの指輪をすり入れます。ただし従者以外の NPC はただ渡すだけでは防具を装備してくれません。というわけでマインドコントロールスパイダーを当ててから効果が切れる前に別のエリアに移動してセーブ&ロードしてから元のエリアに戻ります。この際マインドコントロールスパイダーの効果が残っていれば成功です。この状態の NPC を倒してインベントリを見てみるとアージダルのアルカナの指輪が装備されています。このまま死の獣人で蘇生させれば爆発と凍結を使用可能な獣人になります。ただし獣人はファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと初期装備に戻ってしまうのですが、先ほど説明したように初期装備に戻る場合は魔法が削除されないので、アージダルのアルカナの指輪を取り上げてから蘇生すれば、永続的に爆発と凍結を使用可能な獣人を作れるというわけです。ただしこの方法は場所によってはできないこともあります。そういう場合は相手を麻痺させたら、マインドコントロールスパイダーを当てると同時にインベントリを開きます。この状態でアージダルのアルカナの指輪をすり渡せば、即座に装備してくれるので、あとは先ほどと同じ手順で永続化すればいいだけです。シビアなタイミングを要求されるので難易度は高いですが、場所を選ばないのがこの方法の利点です。NPC によっては一度敵対するとスリができなくなることがあるのですが、その場合は皇帝の声や調和で沈静化させるか、肺の殻で転倒させるとスリ取れるようになることもあります。見ればわかると思いますがこの方法は生きてる相手にのみ有効です。すでに倒してしまった NPC には使えないので必ず倒す前に実行するようにしてください。また吸血鬼などのマインドコントロールスパイダーが向こうの相手にもこの方法を使うことはできません。ここからはアージダルのアルカナの指輪を永続化するのにおすすめの獣人を紹介します。一人目はドレラスです。彼はドレラスの小屋に住む魔術師で、炎強化ランク2を所持している可能性があるので爆発との相性は抜群です。炎魔術師なら誰でもいいのですが死体を保存可能な炎魔術師はかなり少ないです。ドレラスは貴重な保存可能な炎魔術師の一体ですしステータスも優秀なので、炎魔術師の中では特に彼がおすすめです。二人目はアロンディルです。
彼は遊具ビルドに出現する資料術師で、種族や装備に恵まれていて魔術師獣人の中でも最大クラスのマジカを誇ります。その豊富なマジカを活かして連発されるアイスストームはかなりの殲滅力を持つのですが、残念ながらスカイリムには霊気耐性持ちが異様に多いという問題を抱えています。爆発を永続化させれば霊気耐性持ちに対しても有効な攻撃手段ができるので、場所を選ばずに活躍させられます。ステータスは優秀なのに霊気魔法しか使えない魔術師はたくさんいるのですが、アロンディルはその中でも特に優秀な一体です。3人目はエルダリ・セロスリールです。彼女はテルミスリン襲撃に関するクエストのボスとして出現する魔術師で、多くの魔術関連のパークを所持しています。その中でも特に重要なのが聖職者です。NPC で聖職者を所持している者はほとんどいないのですが、イルダリはその貴重な一人です。炎強化こそありませんが聖職者は炎魔法と相性がいいので、アンデッドに対しては爆発のダメージが跳ね上がります。彼女はもともと左手でしか魔法を使えないという魔術師としては致命的な欠点を抱えているのですが、爆発を覚えさせればその欠点も克服されます。さらに彼女は片手では発動させられないはずの2連の衝撃を所持しているのですが、これも爆発を覚えさせれば頻繁に発動するようになります。もともとパークだけは優秀だったのに所持魔法に難があったので、爆発の永続化の恩恵が特に大きいのが彼女です。ただし彼女は麻痺が無効なので、転倒させるには揺るぎなき力か、ヘイズ時の杖などを用意する必要がある点に注意してください。4人目はシルビアです。彼女はダークライトタワーのボスとして出現する霊気魔術師です。シルビアはほとんどの NPC が持ってないある特徴を持っています。それは、体力が自動回復するということです。彼女はエルダーという種族に属しているのですが、この種族は体力が自動回復するという特徴を持っています。通常の獣人は体力が自動回復しないので手動で回復する必要があるのですが、エルダーの獣人はその必要がないので管理が圧倒的に楽です。ただしエルダーのほとんどはまともなステータスが設定されてないのですが、シルビアは例外的に魔術師として優秀な能力を持っています。純粋な魔術師としての能力ならアロンディルの方が上ですが、使いやすさという点ではシルビアが一番なのではないかと思います。というわけで個人的に特にこのテクニックの恩恵が大きいと思われる死体を4体紹介しました。今回紹介した死体については面白死体研究会というシリーズで詳しく解説しています。死体の保存方法や出現させるのに最適なレベルなどを把握しておきたい方はこちらも合わせてご視聴ください。また今回紹介したテクニックを使った資料術師のビルド動画なんかも作成しています。この他にも私のチャンネルではスカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。